最後に小さい「つ」にとても情緒を感じる。冷えピタと間違えないために絶対不可欠な「つ」なんだな。皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。今回はもういきなりドーン、ダイソーのイヤーカフ型イヤホンです。イヤーカフ型、やはり流行っているんでしょうか。以前このチャンネルでも3COINS のイヤーカフ型イヤホンをレビューしましたが、今回はダイソーさんです。正直レビューするかどうか迷ったのです。イヤーカフ型イヤホンの特徴としては、スリコでもまとめた通り、じっくり音楽と向き合うよりはながら聞き BGM と周囲の音を同時にライトに聞くようなものであると分かっているので、正直スリコだからダイソーだからとそんなに大差ないだろうと思っていたからです。しかしスリコ2200円に対してダイソー1100円、倍の価格差があるので、ここに何か面白い発見があるのではないかと期待を込めて買ってみました。スリコは私がレビューした製品から若干モデルチェンジしたみたいですね。ハウジング部がメタリックに塗装され、よりおしゃれ感がアップしているようです。あれ、スペックが詳細に載っています。レビュー時点ではここまで詳細な情報はなかったように思いますが、ではダイソーに話を戻しまして、とりあえず開けますか。はい、本体と充電ケースが出てきました。そしてマニュアル、中身は以上です。本体見ていきます。物理ボタンはなくタッチセンサーのようですね。充電ケースです。液晶表示やボタンなどはなく、タイプ C ポートと LED のみ。裏には技的マーク。非常にシンプルです。ケーブルも付属していないので、徹底的にコストカットをした感じです。重さは片方 5g、充電ケース込みで 38g です。ではスペックを見てみましょう。ガジバジくん。はい来た、スペックだな。ダイソーのイヤーカフイヤホン、イヤピタだな。最後に小さい「つ」にとても情緒を感じる。冷えピタと間違えないために絶対不可欠な「つ」なんだな。早くスペックを。あ、そうだった。まずは再生周波数帯域。20Hz から 20,000Hz と一般的な範囲。Bluetooth バージョンは6。コーデックは SDC と AAC で、こちらも一般的なものだ。ドライバーは 13mm と、このクラスにしては大きめだな。感度は95、プラマイ 3dB と 100dB を下回っているな。もしかしたら音量が稼げないかもしれないぞ。続いて再生時間だけど、イヤホン単体で約5時間、ケース含めると約12時間再生可能だ。あと、防水に関する記載がないから、雨や汗の付着には注意が必要だ。このあたりは価格的に仕方がないポイントだ。今のところ、スリコとの価格差は、空張りと防水性能といった感じかな。この点を重視するなら、スリコの方が良いかもしれない。さあ、あとは音質だ。実際、聞いてみてくれ。じゃ、またな。私の持っているスリコのイヤーカフはちょっと古い世代なので参考になるかは分かりませんが、比較のため聞き比べしてみましょう。ちなみにペアリングですが、充電ケースから両方のイヤホンを取り出すと自動でペアリングモードになります。Bluetooth 設定で FS、TWS-CBD-02 をペア設定すれば完了です。では
ミュージックスタート。まとめます。まず見た目からですが、質感としては価格相応。空張りは白、黒にスのみ。現在販売されているスリコのイヤーカフは4色あり、正直そちらの方が見た目もおしゃれです。装用感ですが、私には少しきつめなのか、長時間つけてるとちょっと痛くなりますね。動いて落っこちる心配はなさそうです。続いて音質です。以前レビューしたスリコとあまり違いはない感じですが、若干ダイソーの方が輪郭がくっきりした音が出ていると感じました。いつもながらリサさんの楽曲をサンプルに評価しますが、グレンゲでは重圧な低音部やノイジーな効果がとても軽やかです。中音域のボーカルは聞き取りやすいですね。そしてホムラは繊細な高音部、残響音はほぼ外音と混ざって聞き取れなくなりますので、あくまでながら聞きと割り切って使う必要がありますね。そして外出時、ちょっと音量不足を感じましたね。静かな場所では問題ないのですが、街中や駅などではスマホの音量をマックスにしてもうるさいとは思えないレベルです。インピーダンスと感度の問題でしょうか。もちろん音漏れの心配はありますが、ながら聞きを前提に考えると、もう少し感度を上げてほしかった印象です。遅延については YouTube を視聴していてそこまで気にはなりませんが、ゲームなどシビアな使い方には向かないでしょう。次にマイク性能ですが、 PC のサウンドテストの段階でマイク感度が低かったので、実際のウェブ会議では使用していませんが、感度が低いので大きな声で話すか入力側でゲインを上げる必要があるかもしれません。後気になった点としては、若干右の音が左に比べて小さい感じがしますね。私の付け方や耳の形の問題かもしれませんが、安いイヤホンだとたまに左右で音量が違うことがあるので、それかもしれません。総括すると、ダイソーイヤピタはとにかく価格コスト重視です。税込み1100円という厳しい制限の中でイヤーカフ型イヤホンを作ったダイソーさんに拍手なのですが、品質も価格相応の印象です。イヤーカフ型でもう少しクオリティを重視するのであれば、他の製品を選択した方が良いかもしれません。イヤーカフ型に限らずコスト重視で音質を求めるなら、まだ有線イヤホンの方が良い音、良い付け心地ではないかと思います。ダイソーイヤピタはとにかく安くライトに使えるのが最大のメリット。片方だけ落としてなくなったとしても経済的精神的ダメージは少なく済みます。それではまた次のガジェットでお会いしましょう。